皆さんこんにちは。マッチングアプリで婚活中のりなです。今日はマッチングアプリで知り合った男性で、お医者さんの S 君と付き合った時の話をしていきます。お医者さんといっても人それぞれなので、お付き合いを否定しているわけではないので、私の一つの体験談として、友達の恋バナを聞いているような気楽な感じで聞いていただけると嬉しいです。マッチングアプリでの S 君のプロフィールは、身長173センチ、職業専門職、体型普通体型、年齢5歳年上、趣味ゴルフ、離婚歴あり、子供なし。プロフィールは専門職って書いてあったんだけど、メッセージをやり取りしてみたら、外科のお医者さんで、わーすごいなーと思った。普段お医者さんとプライベートで話すことなんてめったにないから、仕事の内容も興味深いし、どんな考え方をする人なのかなと思って、すごく会ってみたいなと思いました。それで2ヶ月くらいゆっくりしたペースでメッセージをやり取りしてから初デートをすることになりました。S 君と私は遠距離で、初デートの待ち合わせ場所は彼の家の近くのカフェだったの。そこまで電車で3時間もかかるから遠いなぁと思ったけど、彼は仕事がすごく忙しいって言ってたし、なかなか予定が合わなかったから少しでも早く会ってみたいと思ってカフェまで行くことにしたの。それで S 君の第一印象なんだけど、まず驚いたのが、プロフィールに身長173センチって書いてあるのに、実際はそれより10センチくらい低かったの。私は身長は気にしないけど、なんでそんなバレるような嘘をわざわざつくんだろうって思ったかな。だけど S 君と実際話してみると、仕事の話とか彼の考え方とかすごく興味深かったし、話していて自分とは視点が違う考え方をするから頭がいいなって思ったし、やっぱりお医者さんだし尊敬できると思ったかな。それでその後何回かデートして付き合うことになったんだよね。S 君と付き合ってみるといいこともたくさんあったと思う。例えば、すごく素敵なレストランに連れてってくれたり、指輪やネックレスも私が欲しいっていうものを買ってきてくれたりしてすっごく嬉しかったし、新幹線代も毎回出してくれてたの。だけどやっぱり S 君は仕事がとにかく忙しかったと思う。仕事で忙しいのは分かってるつもりでも、やっぱりたまにしか連絡が来ないと、本当に自分のこと好きなのかなって不安になることもあったし、急にデートが仕事でキャンセルになったりすることもあって、やっぱり寂しいなって感じることも多かったと思います。そして S 君と付き合ってから3ヶ月くらいすると、彼の私への要求が少しずつ出てきて、それがどんどんエスカレートしていきました。例えば、靴とバッグの色を合わせること、ファッションもネイルももっと地味で上品にすること、香水は一切つけないこと、ブランドのバッグは持たないこと、テーブルマナーを身につけること、話し方をもっとゆっくり柔らかくすること、髪の色が明るすぎるからもっと暗くしてストレートにすること、知識と教養、語彙力を身につけること。これ以外にもいろいろリクエストはあったんですけど、確かに S 君の言っていることはもっともだし、私に足りないことはたくさんあると思う。それに比べて S 君はお医者さんだし、立派だし、尊敬できるし、そういう人にふさわしくなろうと思ってた。だから S 君に言われた通りにバッグと靴の色も揃えるようにしたし、髪の色も暗くして地味で上品なファッションに変えたし、ブランドのバッグもお気に入りの香水もやめた。それにテーブルマナー教室にも通ったし、本もたくさん読んだし、彼の難しい話もついていけるようにアプリで新聞も読むようになった。そしてさらにある時、また彼からこう言われたのね。僕は細い女性が好みなんだよね。リナもあと15キロ痩せたらいいんじゃないって言われたんです。それもすごくショックだった。
その時私は身長170センチで53キロだったんだけど、マイナス15キロっていうことは、彼の理想は38キロで、いくらなんでも彼の要求は厳しすぎるって思ったんだよね。けど、その時は S 君の理想通りの女性になりたかったから、もうすっごく必死でダイエットを頑張りました。1日2食の粉末ドリンクに置き換えるダイエットで、仕事中も貧血でもう本当にフラフラになりながら2ヶ月間なんとか頑張りました。そして私は7キロ痩せて46キロになりました。それである日、やっと S 君に、痩せて良くなったねって笑顔で言われました。その瞬間に、あ、私はお医者さんっていう職業の男性が好きだっただけで、S 君のことを好きではなかったんだって気づきました。その時の私はとにかくお医者さんと結婚がしたかった。何より尊敬できるからっていう理由で。だけど、その時の私は絵画に例えるなら、絵を描くのが先なのに、先に私は額を買ってから、その額に合うように、絵のデザインや色、サイズを無理やり額に合わせるようなことをしていたんだと思います。つまり、お医者さんという条件を先に選んで、一生懸命彼にふさわしい女性になろうと思って、外見や仕草も内面も彼の理想通りに変えようとしていたんです。けど、やっぱり職業だけで彼を選んだから、彼を好きにはなれなかったんです。もちろん S 君にはっきりと外見も内面も私の欠点を指摘されたことで、自分は気づかなかったことに気づけたし、本をたくさん読むことで学びもあったし、成長できたことは S 君にとても感謝しています。けれど、好きな人にある程度自分を合わせることも必要だけど、自分の個性や長所を押しつぶして心が折れるほど相手に合わせる必要はないと思います。だから私はやっぱり自分が自分らしくいられる相手の方がいいなと思います。皆さんは恋人や結婚相手にこれだけは譲れない条件とか婚活でのお悩みとかってありますか？もしあったらぜひコメント欄に教えてください。はい。それでは今日の私のマッチングアプリで出会ったお医者さんとのデートの話は以上です。これからもマッチングアプリでの出会いや婚活のお話をたくさんしていくので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それでは今日もご視聴ありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。それではまたね。バイバイ。